カラフルタウン初海地。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。はい、ということで、お相手はエイジアンの栗林と、私多言語相談員のハグマです。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で第55回目の放送となりました。いいですね。はい、前半ね、16時30分までは廿日市国際交流協会のコーナー、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りします。共通テーマは多文化共生です。はい、というわけで今回は55回目の記念にふさわしい、ユンさんにお越しいただいております。はい、軽く自己紹介お願いします。ゴーゴーの時にお誘いいただきましてありがとうございます。外国人支援コーディネーターのユンと申します。よろしくお願いいたします。はい、あとおめでとうございます。はい、ありがとうございました。頑張りました。そうです。昨日ね、ほっかほかの合格の知らせが届きました。頑張りました。でさらに今回栗林さんも同じ同期としてですね、ついでに試験に、長い半年ぐらいのですね、研修とテストでですね、合格が出たということで晴れてついていきましょう。というわけでですね、今回実は私もですね第2期生でしてね、素晴らしい3人ここに廿日市に集まったということでですね、これから外国人支援コーディネーターのねグループを立ち上げて活動をしていこうと思います。後半でちょっと詳しく説明しますが、外国人相談コーディネーターとは外国人支援コーディネーターですね、間違えました。はい、何かというとこういうようですね。こちら入国管理局のホームページにもあるんですけれど、次のね、第、4期生もですね、来年度も、もう募集4月1日から始めるということなんですけれど、外国人支援コーディネーターとは何ぞやということで、ちょっと読み上げます。外国人支援コーディネーターとは生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援につなげることのできる人材です。外国人が必要とする情報を提供するとともに、専門的な知識や技術等に基づいて生活上の困りごとを抱えた外国人を適切な支援につないで解決に導く役割を担うほか、外国人の受け入れ環境の整備へ貢献していく役割を果たすことも期待されています。これも試験で出ましたよね、確かにね。何度もね、そうですね、聞いて、もちろん暗記してると思うんですけれど、そういう専門人材ですね。そうですね。でやっぱり外国人相談するときに廿日市の情報ももちろん知ってるとともにですね、さまざまな福祉に関する知識とかですね、在留外国人の在留資格のですね、さまざまな知識をした専門人材ということですね。外国の支援する際の専門人材となっております。これ今後ですね、国家資格になるというようなね話もありますが、ということでですね、すごいですね。これね、相談だけじゃなくって、支援福祉のね、いろんな専門職の人も受講できるらしいので、そうですね。各自ぜひですね、多くの専門家がそれでは専門家求むらしいです。専門家求むですね。はい。というわけで次はですね、まずはこのコーナーよろしくお願いします。廿日市工作の共栄、廿日市でに争うしえしょ。前半30分は廿日市国際交流協会よりお伝えいたします。2つのコーナーがあります。1つ目は多文化共生コーナーです。多文化共生、在住外国人に関する気になった記事などを紹介します。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市国際交流協会の月刊会報誌ブロッサムから特集記事、イベント情報などをお伝えします。エンディングには世界の音楽をお届けします。ということでですね、まずはですね、いつもかけてるんですけれど、ユンさん初めて聞くのかもしれないですけど、多文化共生の曲というのを作りましたので聴いてください。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。
立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いてゆくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、モルティコツラリス。多文化共生、モルティコツラリス。はい、聴いていただきましたオリジナルソング多文化共生マルチカルチャリズムでした。いかがでしょうか、ユンさん。いい曲ですね。ありがとうございます。このね、違いを豊かさとして捉える社会っていうのね、そこをね私も好きなんですけれど、はい、このようにね多文化共生って言葉ですね、私たちの国際関係の周りではよく聞くんですけれど、やっぱりまだまだ一般の人たちにですね、知られてないっていうところがありますので、SDGs とかね、学校とかでも、多文化共生も最近学校とかでもね小学生とか、授業で言われるそうなんですけれど、広くね知ってもらいたいと思って、もう耳にタコができるぐらい多文化共生歌にしてそうですね、ゴーゴーでね50国会館そうですね、ゴーゴーなので、やったんですね、ゴーゴーっていう感じで盛り上げていきたいと思います。はい、それではですね、まずはですね、今日紹介したい記事はですね、前回も実は、紹介したんですけど、さらに今回もですねこちらですね、商工会廿日市商工会さんが作られた廿日市外国人材活用ガイドブックっていうの、これユンさん、クリバイさんね、拝見させていただきました。すごく良かったです。すごいですね。もうこれを読んだらもう多文化共生とか外国人とのね、こうどう暮らすかっていうのがね、すべてゼロから分かる。廿日市にもねたくさんの外国の方が働いていらっしゃるの。そうですね。ということが分かりました。商工会さん、商工会議所さんですね。すごいですね。でそこからですね、今日はですね紹介したい記事がですね。16ページにあるんですが、ちなみにこの、テキストはですね、テキストといいますか冊子はですね、廿日市商工会議所の、ホームページからダウンロードもすることができますので、見てもらったらと思います。はい、16ページですね。廿日市の支援機関紹介として協同組合、未来さん、協同組合っていうのが漢字で、未来が、ローマ字でですね、未来ですね。この方々ですね、前回ですね、栗林さん、前回というか昨年ですね、ゲストで呼んでリュウさんというですね、スタッフの方に来てもらって話をしてもらったんですが、ちょっとですねしっかりした記事がありましたので、紹介させてもらいたいと思います。はい、記事よりですね、20年以上の経験と実績で外国人材を受け入れ安心をサポート。質問、協同組合未来はどのような支援をしている機関ですか。20年以上にわたり企業と外国人材の橋渡しをしてきた支援機関です。食品加工、水産、介護などの分野を中心に現在は19社とお取引があります。ほとんどが紹介や口コミでつながった企業で、初めて外国人を採用するので不安、制度の違いがよくわからないといった相談からスタートすることが多いです。質問、入国後のサポートはどのようなことがありますか。空港での出迎え、市役所での手続き、交通機関の案内などの最初の生活立ち上げをしっかり支援します。未来では廿日市市内であればトラブルが起きた際に30分以内に現場対応できる体制を整えています。これすごいですね。すごいですよね。やっぱり30分以内に地元ならではですね。これがね、他県とかのね大きなところだとね、なかなか30分ではね、そうです、駆けつけてくれないのでですね。はい、さらにですね、質問、地域とのつながりも支援されているようですねというところで、はい、実習生や特定技能人材が地域の祭りや公民館イベントに参加するように促しています。地域住民との交流が生まれ、外国人の孤立を防ぐだけではなく地域にも良い影響があります。
外国人が地域に溶け込んで元気に働いている姿を見るのが何よりも嬉しいと企業の方からも好評ですということで、いいですね。いいですね。お祭りとかね、そういうところで地域の、参加してですね、この若いね外国人のね、若者たちがですね、活躍してくれるという、日本の社会で溶け込んでいくという、そうですね、微笑ましい風景がすごく廿日市ね、廿日市はそういうね、自己前地域もそうですけれど、外国人が多い宮島もそうですけど、皆さんね、なんか地域に溶け込んでね、やってる感じがすごくありますね。で、最後なんですけど、協同組合未来今後の展望について、これからはベトナムやインドネシアなど現地での PR 活動にも力を入れ、廿日市の働きやすさ、住みやすさを発信していく予定です。長く安心して働ける人材を確保できるよう取り組みます。外国人材雇用は難しいように思われがちですが、相談から始めれば大丈夫です。企業と人材の双方に寄り添いながら地域に根ざした支援を続けていきたいと思いますということでですね、こちら廿日市には唯一の外国人をサポートする、支援団体、会社ですね。ということでですね、非常にね心強いと言いますかですね。そこに外国人コーディネーターの私たちの力も、そうですね、私たちもやっぱり必要であればいつでも、社長いつでも行きますですね。PR して見てるのかな。見ててくださいね。またぜひね、番組に CM もお願いします。協同組合未来さんね、またゲストで呼んでみたいと思います。ニュースレター廿日市ブロッサムコーナーということで、このコーナーでは廿日市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報などをお伝えします。こちらブロッサムはですね、各センターとかですね、こちらのですねスタジオの前にもありますので、ぜひ手に取ってみてください。私も韓国語教えてます。そうですね、後ろにはさまざまですね、ユンさんですね、あります。ぜひお越しください。ですね。韓国語講座も載っております。ということでですね、今回の特集はですね、特集 N 交換会を紹介しますと言って、N っていうのは日本語の N ですね。それで記事を読みます。私たちはボランティアとして外国人の日本語学習を支援している集まりです。420時間の日本語教師養成講座を得た人、日本語教師の人、元高校教員の教師だった人などさまざまな方がいます。会は毎月第4日曜日の午前10時半から12時までの1時間半です。司会者は毎月第2日曜日に当月のテーマをお題として発表し、前月のまとめを報告します。メンバーのキャリアはさまざまながら当月のお題について教材を作り、またお互いの活動の報告や現場での問題を共有し、それらをどう解決していくか話し合うのが主な活動です。人それぞれ個性があるように、学習者との対応や教案についても様々で、他では得られないものがあります。1名東京在住の方がいて、毎回リモートで参加されています。直接参加されることもあり、その場合は司会をお願いしています。毎回お題についてさまざまな考えや意見があって良い刺激になっています。将来に向けてもっと深く入り込み、けんけんがくがくの意見ができることを期待しています。勉強後の昼食の時、思いがけない本音が出たりして、それぞれが楽しみな集まりです。ということで、けんけんがくがく栗林先生というのはもう毎日そうですね、けんけんがくがくです。意見情報交換ですね。密なる情報交換。それだけ本音でね、言い合えるっていうね、仲はすごくねいいなと思ってますね。そして子供ですよ。でこのね、ここのところにお題っていうのですね、そのお題、私たちはケーススタディとか言うんですけれど、例えばね A さんがアフリカの国から、来日した女性ですって、その小学生の子供がいて、ただこの本人は、挨拶程度しかできません。この方にどのような日本語教育法を教えたらいいかとかですね、そういう形ですごいじゃないですか。すごいですね、こういうのを考えて、でこれですね、事例研究会とかね、そうですね、やってるんじゃないですか。事例研究会ですね、まさにね日本語教師のですね、スーパーバイザーとかね、スーパーバイジーということで、そうですね、私もやってますけど、すごいと思いました。
これを私たちはですね、本当に外国人支援コーディネーター廿日市の会を立ち上げて、この中で事例研究、スーパーバイザーもお呼びして、そうですそうです、スーパーバイザーにもなって、だからこういう会が本当に、で専門家たちが集まってこうね、話し合ったり、本音でね、実はこういうことで相談があって困ってるんだけど、エイジアンさんだったらどうしますとかね、そういうようなね会をねしたいと思っておりますので、さすが廿日市はこういうね会がね、自ら専門家が集まって学習をし合う会っていうのですね、すごいですよね。あとそこにその相談者はね、何がやりたいのかというのもあったらいいですよね。その本人がもうちょっと上手くなりたいとか、漢字をやりたいとか、それも一つ。そうですね、本人のね希望っていうところね。そうです。はい、N 交換会の、ご紹介でした。はい、次ね、情報提供なんですけど、いよいよ来月第35回廿日市桜祭り、行かれたことあります？いつですか？行ったことあります。4月5日日曜日の9時半から15時30分です。かしこまりました。これ国際交流協会のところでは、ハワイ島やニュージーランドなどの姉妹都市の紹介があるんですね。でニュージーランドに姉妹都市交流で高校生が行き来してるんですね。その高校生の方たちが展示をしたり、ニュージーランドのクイズとか紹介をしてくれるというので、ぜひねブースにもね寄ってもらったらと思います。その他食べ物とかステージショーとかですね、これは大きな祭りですよね。いつもね楽しみにしております。はい、ということでぜひ行ってもらったらと思います。はい、3つ目の情報紹介で、広報廿日市ですね。こちらの方は広報廿日市冊子もあるんですが、廿日市市の公式の市のホームページからダウンロードや、見ることもできます。素晴らしい時代になりました。で広報廿日市、情報盛りだくさんなんですけれど、私の紹介したいのは5ページでですね、国際交流多文化共生の窓っていうコーナーがあるんですけれど、そこで、優しい日本語講座を開設しましたということで、1月に地御前市民センターで優しい日本語を学ぶ講座を開設いたしました。参加者は優しい日本語に言い換えるポイントを学びました。例えば給水所は水をもらうところ、そうですね、避難所はみんなが逃げるところ、市民センターや学校などですと言い換えることができます。このように難しい言葉を柔軟に言い換えたり、伝わりにくい場合には具体例を出すこともポイントです。避難所は日本人だけが逃げるところではございません。そうですね、みんなが逃げるところです。そうですね、みんながですね重要ですね。で、優しい日本語には正解がないため、優しい日本語を知ってる人が増え、みんなで考えを出しながら優しく言い換えていくことが大切です。日常生活の中で優しい日本語を少し意識して使っていませんかということでですね、結構十数名の方が来られまして、日本語教師教えてる人もいれば、ボランティアの方とか、そうですね、で実はですね、コーディネーターのところでもその勉強ございましたし、あと私、多文化共生マネージャーでもあるので、そこでもありました。実はですね、外国人に限らず福祉関係者とかですね、子どもたち、児童、そうですね、優しい日本語は外国人だけと思われる方もいらっしゃるんです。そうではなくて、高齢化に向かいまして、高齢者の方、あと小学生のお子さんの方とかね、みんなに優しく分かりやすく伝えるということが、優しい日本語ということなんですよ。外国人だけじゃありませんから、皆さん使ってみましょう。で、この1月に地御前市民センターで行われたんですが、つい先日実は3月にもね行われまして、昨日かなったかな。でまた15人ぐらい人が集まってですね、やっぱり地御前地域っていうのはこういうようなね、柿落ち葉とか工場とかあるんでしょうかね。外国人の働いてる方もいるので、昔からですね、国際交流が積極的ですね。でこういう市民たちが自分たちでねこう集まってですね、こうやる市民センターで集まるっていうのはすごくねいい地域だなとは思います。はい、ということで、さて、私のですね担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。
今回お届けしました内容を含めて毎月発行する解放誌ブロッサムは廿日市はここFM 廿日市の情報コーナーや市民センターに置いてありますのでどうぞ手に取ってください。はい、はい、最後にお伝えした内容の申し込みやお問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話 082920-0116 火曜日から土曜日9時から17時となっております。どうぞお問い合わせや皆様のイベント参加をお待ちしております。韓国語講座もですね4月からはい、あります。生徒募集中ということで、生徒募集中はい、ぜひぜひね素晴らしいね人気の講座ですのでね、はい、行ってください。では最後にですね